今日はチーズケーキサンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チーズケーキサンドを作っていきたいと思います。今回はですね、冷やすだけで簡単に作れるチーズケーキサンドを作っていきます。中のチーズはふわふわ食感のレアチーズにして、そしてあとはビスケットでサンドしていきます。作り方も混ぜて、あとは冷やしてサンドするだけなので、すごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、プレーンヨーグルト、グラニュー糖、レモン汁、粉ゼラチン、お湯、ビスケット。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、生クリームなんですが、こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。今回は動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。そしてプラスですね、今回さっぱり仕上げるためにプレーンヨーグルトも入れていきます。こちらは水切りしなくて OK です。もしね、このヨーグルトの準備が難しい場合は、こちら抜いて作っていただいても大丈夫です。そして糖類ですね、こちらはグラニュー糖を使います。この糖類をお好みのものを使っていただいて大丈夫です。そしてね、今回サンドするビスケットはこちら、チョイスというビスケットを使っていきます。このビスケットはですね、お好みのものを使っていただいて OK です。ただ四角い方がね、作りやすいと思うので、四角いビスケットを用意してみてください。ココナッツサブレとかね、そういったものもおすすめです。そして今回はこちらの型を使用していきます。こちらの大きさは約 14.5 センチ ×11.5 センチ、そして高さが 4.5 センチのものを使っていきます。こちらは目安にしてみてください。目安としてはですね、このビスケットがこう横に2枚入るぐらいの大きさにしてます。包丁で切って調整もできますし、これ以上大きくなっても大丈夫です。あるもので作ってみてください。こういった容器がない場合は、こういったバットなどで作っていただいても OK です。その場合は内側にラップを敷いて生地を入れてください。あとはね、タッパーとかでも OK です。今回ね、こちらの型を使うんですが、こちらを使うときはですね、オーブンシートまたはクッキングシートを内側に敷きます。はい、こんな感じです。型の準備は生地を作る前に用意しておいてください。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずこちらの生クリームを泡立てておいてください。生クリームはですね、キンキンに冷たい状態で使ってしまうと、ゼラチンと合わせた時にゼラチンの粒々が出てしまう時があります。よってね、食感がボソボソになってしまったり固まらないことがありますので、こちらの生クリームは一番最初に泡立てて、そしてそのまま使うまで室温に置いといてください。じゃあこちらまず入れます。通常ね、生クリームを泡立てる時は氷水に当てながら泡立てるんですが、そうするとね、生クリームがとても冷たくなってしまいますので、今回は氷水に当てずに泡立てていきます。そしたらこちらをだいたい7分立てくらいまで泡立ててください。はい、OK です。このようにツンと角が立つぐらいですね。こんな感じでふわっと柔らかいぐらいになるまで泡立ててください。そしたらこちらをですね、このまま使うまで置いといてください。それでは続いて粉ゼラチンを溶かしていきます。まず粉ゼラチン、そしてお湯を入れます。これでよく混ぜてゼラチンを溶かしてください。このように混ぜました。今よく見るとまだね、粉ゼラチンの粒々が残ってる状態です。こちら一度ね、電子レンジで10秒ほど軽く温めます。電子レンジ 600W で10秒加熱してください。はい、10秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜます。これでね、綺麗に溶けてれば OK です。見た時にゼラチンの粒々が残ってなければ OK です。そしたらこちらをこのまま使うまで置いといてください。では続いてクリームチーズです。こちらは一度ボウルに出します。今冷蔵庫から出して10分ぐらい経ったものになります。こちらまだ硬くて練れないので、一度電子レンジで軽く加熱して柔らかくします。電子レンジ 600W で20秒加熱してください。はい、20秒加熱しました。そしたらゴムベラで混ぜて滑らかにしていきます。もしこの時にまだクリームチーズが硬くて練れない場合は、もうプラス10秒ほど加熱してみてください。ただ一度にね、パッと加熱しちゃうと焦げてしまう時もありますので、まずは20秒加熱して様子を見てください。
このように滑らかになれば OK です。そしたらここにグラニュー糖を加えます。そして今度は泡立て器に持ち替えてよくすり混ぜましょう。よく混ぜて滑らかになれば OK です。それでは続いてここにヨーグルトです。こちらはね、先ほども言いましたが水切りはしなくて大丈夫です。このヨーグルトもですね、キンキンに冷たい状態だとゼラチンのつぶつぶが出てしまう原因になるので、こちらは使う15分前ぐらいに冷蔵庫から出しておいてください。これでよく混ぜます。そして続いてレモン汁を入れます。そして混ぜましょう。これでグラニュー糖のシャリッという感じがなくなってれば OK です。ちょっとね、ここで触ってみた時にまだ冷たいなと感じるぐらいだったら、一度ねこの状態で少し加熱してください。だいたいね常温から人肌程度ぐらいまで温めます。今ねまだこちらヨーグルトもね入れたのでちょっと冷たくなってます。こちらを電子レンジ600ワットで20秒加熱してください。はい、20秒加熱しました。そしてもう一度よく混ぜます。これで少し温度を確かめて人肌程度ぐらいになってれば OK です。触った時に冷たいと感じないくらいですね。そのぐらいになってれば大丈夫です。そしたらですね、この中に溶かしたゼラチンを入れていきます。入れる時はですね、まずこのゼラチンに少し生地をなじませて、その後戻し入れていきます。よく混ざったら戻し入れましょう。そしてよく混ぜてください。よく混ざれば OK です。そしたら生クリームとクリームチーズ生地を合わせていきます。まずこのクリームチーズの方に生クリームを1すくい入れます。こちらもね少しずつ合わせていってください。これで混ぜましょう。混ざったらまた1すくい入れます。こちらはですねまだちょっと冷たい状態なんですが、一度に入れるとねよりゼラチンが固まりやすくなってしまうので、小分けにしてね少しずつ入れていってください。そしたら残りの生クリームを全て入れます。そして混ぜましょう。だいたい3回くらいに分けて混ぜてみてください。このようによく混ざれば OK です。今生地はこのくらいふわっとした生地になってます。こちらですね、生クリームの温度によってもっと硬くね仕上がってしまう時があります。なかなか硬くなってしまって混ざりにくい時は電子レンジ600ワットで20秒ほど加熱してみてください。そうすると滑らかになって混ざりやすくなります。ではこちら準備しておいた容器の中に生地を入れます。そして少し高い位置から 2,3 回落として表面を平らにしていきます。あとはねヘラなどを使ってちょっと揺らすとね表面が平らになってきます。はい、これで OK です。そしたらこちらを冷蔵庫で2時間ほど冷やし固めます。はい、こちら2時間経ってしっかり冷やし固まりました。そしたら型から取り出します。そしてオーブンシートを剥がしてください。ちょっとねまな板にくっつかないようにラップを敷いて、そして裏返します。オーブンシートを剥がしましょう。このようにとてもふわっとした仕上がりになってます。そしたらですねこちらを切っていきます。切る前にこのビスケットをね並べていきます。このように並べます。そしたらですねこのビスケットの幅に合わせて切っていきます。切るときは少しナイフを温めていただくと切りやすいです。縦も切ります。そしたら上からラップをしてこれを裏表逆にします。そしてラップを剥がして、そしてあとは裏面にもビスケットを乗せていきます。これでしっかり押さえましょう。もしどうしてもね取れちゃいそうな時はちょっとねこのナイフを火で炙ってこの表面を少し溶かします。そしてくっつけてみてください。そうするとしっかりくっつきます。もし取れやすい時はねこのようにやってみてください。はい、これでチーズケーキサンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねチーズケーキは分厚くてとてもふわふわで美味しそうに仕上がってます。もしはみ出たところが気になる場合はカットしてください。その時も温めたナイフでカットしていただくと綺麗に仕上がります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。
中のレアチーズケーキがもうすっごくふわふわでとても美味しいです。結構ねこうボリュームはあるんですが、ふわっとしてるので全然くどくなくてとても美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチーズケーキサンドのポイントです。まず今回ですね、ビスケットはチョイスというビスケットを使ってます。こちらはお好みのビスケットを使っていただいて OK です。あとはね、ココナッツサブレなどもおすすめです。こちらはお好みのもので作ってみてください。そして作る時なんですが、最初に生クリームを泡立てました。そうすることでとてもふわっとした食感で軽やかで美味しい仕上がりになります。ただこの生クリームはですね、キンキンに冷たいとゼラチンの生地と合わせた時につぶつぶが出てしまったり、あとはすぐ固まってしまったりしますので、一番最初に泡立てて使うまでそのまま冷蔵庫には入れずに置いておいてください。長時間の放置だけはしないようにだけ注意してください。そしてその後ゼラチンはお湯できちんと溶かしてください。そしてクリームチーズなんですが、こちらを一度温めてよく混ぜたらもう一度ね、人肌ぐらいになるまで温めてください。こちらも冷たい状態だとゼラチンを入れた時につぶつぶが出てしまったりしますので、冷たいなと感じないくらいですね、そのぐらいの温度でゼラチンと合わせるようにしてください。そしてあとはですね、泡立てた生クリームと合わせて、そして容器に入れて冷やし固めてください。今回私はね、寒天を固める用のね、容器を使ってますが、こちらはタッパーだったり、あとはバットなどを使っていただいて大丈夫です。大きさもね、お家にあるものを使って作ってみてください。あとは切って調整すればいいので、大きさはね、あるものを使っていただいて大丈夫です。あとは冷やし固めたらビスケットを上に置いて、それに合わせてカットして裏返してビスケットを乗せて仕上げてください。この時にちょっとビスケットがね、ずれてしまったり絶妙にくっつかないなと思ったら、少しナイフを温めて、そしてチーズケーキを少し溶かしてからビスケットを乗せてみてください。そうするとね、ピタッとくっつくと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチーズケーキサンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。